寝起きで顔がパンパンなんですけど、とりあえずご飯食べるか。もうね、今回はね、結構なんか鎖、岩場とかトラバースがいっぱいあるっていうの分かってたんで、ちょっとパン外にぶら下げるのは難しいなと思ったんで、多分ね、ぺたんこですね、パンが。あ、でもメロンパンかろうじていけてるな。潰れてない。よいしょ。いただきます。カチカチっていうか、チーズがカチカチやけど。今日の予定は、とりあえず、ヒノキオ岳のヒノキオ小屋避難小屋に、多分稜線沿いで転泊したら風強いし、寝れないんじゃないかなって。ちょっと2日目快適に寝たいし、小屋に泊まりたいなっていう。で、今日ちょっと早めに起きて、予定のね、1時間早めに出れば、稜線沿いだったらそんなに時間かからずに歩けるから、ヒノキオ小屋まで行けるんじゃないかなっていう。まあ無理だったら今日も転泊ですね。奇跡、メロンパンが無事や。ほら、無事やんね、これは。木曽駒ヶ岳の2956メートルが中央アルプスの最高峰で、この山を中心に肩を並べているヒノキオ岳から宇津木岳を厳冬期に縦走してしまおうというのが今回の計画です。前日のビバーク箇所はまだまだ山の中腹で、スタートからまたすぐにトラバースが始まり、尾根へ出れば宇津木岳山頂へ一直線です。そこから稜線沿いでヒノキオ小屋を目指します。今から、米沢の頭かなの方にね出て、宇津木岳山頂に向かいたいと思います。辺りは真っ暗で、多分こう巻く感じなんじゃないかなって思うけど、はい、じゃあ行ってきます。上か。もうちょっとで尾根に飲む米沢の頭、このまままっすぐ行けば、よっしゃー、上に出たんじゃない？このまま根沿いで行けば、ズボズボ、よいしょ。米沢の頭に到着。今5時45分ぐらいかな。このまま尾根沿いで進みます。もうすぐ夜が明けます。
危険箇所とものすごく長いトラバースを越えてやっと絶景が見れました。あれってこの奥に見えるの宇津木平避難小屋かな。昨日本当はあそこに泊まるはずだったんですけど、全然ね時間が足りんかったな。狛江市ですかね、あれが。小屋まで着けるかな今日。無理かな。入れるっぽくない？いや扉が無理やなこれ。開いた。開いたけど、ちょっと入るのめんどくさいし、よいしょ、どうしようかな。よいしょ。もうここに泊まりたいぐらい疲れた。普通に歩くと体がよろけてしまうほど風が強いです。
道を探して尾根の端っこまで来ましたが、ほとんど崖のようでこちらからは降りられそうにないので、ちょっと戻って横から負けそうな道を探します。通常であればここをトラバースして進めそうですが、この斜面、今年の冬は例年より気温が高く、日中に雪が溶けて夜間に凍ったせいでガッチガチに斜面が凍っているのが見えます。ここをこの強風の中トラバースした場合を想像すると、風に煽られてバランスを崩し、ピッケルが効かずにそのまま滑り落ちていく場面しか頭にイメージできないので、悩む間もなく撤退を決めました。しゃあないよ、諦めよう。これはちょっと危なすぎた。これは撤退します。これは危ないわ。風が強すぎて進めないので弱まる瞬間を待ってるけど、まるで風が弱まる瞬間がないので、姿勢を低くしてゆっくり進んでいくことにします。この細い尾根の上で風に体が持っていかれそうになるので、かなり緊張の場面です。一旦安全な場所で待機して進むタイミングを見計らいます。
たった数十メートルなのに山頂まで戻ってくるのにものすごく時間がかかりました。では今から小屋の方に戻ります。風が強すぎて進めないので止まっていたら突風が吹いてきました。立って降りるのは無理だと思い、ここからはバックステップで降りることにします。ゆっくり下に降りていたその瞬間、ものすごい横風が吹いて体勢を崩してしまいます。とにかく体を低くしてなんとか飛ばされないようにしがみつきますが、風が弱まる気配はありません。もしかしてずっとこのまま動けないんじゃという考えが脳裏をよぎり、このままじっとしていても状況は変わらないと判断し、風が弱まる一瞬に一歩進んでみたけど、また突風が吹きます。このままだと一生ここにへばりついていないといけなさそうなので、また一歩進んで体勢を固めるというのを繰り返すことにします。やばすぎた。マジでやばかった。えぐすぎる。急斜面で山頂付近の急斜面が風強すぎてやばかった。無事にここに降りてこられただけでめっちゃ嬉しい。ちょっと無理やったな。難しいわ。でも反対から来てなくてよかったな。ここからやったら戻るの規則ままで戻らなあかんから。宇津木岳に登るところがね、ちょっと無理やったな。とりあえず来た道戻る系で行きます。めんどくさいトラバースもう一回せなあかんのかって感じやな。学校泊まってもいいけどまだ12時ぐらいなんですよね。ちょっと
今日の参考を中止するには早すぎる時間なんで、風強かった。でもこの景色最高。宇津木岳だけもでもね登れたんで、行ってみたかったな。夏に縦走してみようかな。昨日とは違ってね、トラバースする場所を尾根沿いで行って、ギリギリのところにまで尾根沿いで行こうかなと。尾根の一番端っこまで行きましたが、下の方の傾斜がほぼ垂直で、ロープとかないととてもフリーで降りれる状態じゃなかったので、少し戻ってトラバースするしかなさそうです。もうここでリバークした方がいいんじゃないのってぐらいの時間ですね。もう16時半ぐらいで、でも行けるなら小屋で泊まりたい。小屋までは行きたい。でもだいぶ危なかった気がするけどね。日の入りまで1時間なんで、1時間で真杉まで松なぎ。ここからまずもう道消えちゃってるから、このまままっすぐトラバースして尾根沿いに出ます。で、やばい場所がねめっちゃあったんで、やばいな、だいぶ気合い入れな、やばいな。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、このまま真横やな。行くぞ。尾根沿いで歩いてトラバース箇所を半分短縮できたものの2時間のトラバース。今日は下山できずに日が暮れてしまいそうです。
トラバース箇所を終えて、ここからアップダウンの激しい鎖とはしごの道に突入します。ここが最後の休憩可能なスペースなので、これ以上進むのは断念して、今日はここにテントを張ります。はい、お疲れ様です。ようやく寝床が落ち着きました。はあ、疲れた、マジで。なんかトラバースいっぱいっていうのも分かっとったし、多分岩場が、鎖場が雪に埋まっちゃったら結構やばいだろうなって思ってたのはあったけど、こんなに長いっていう。そこで体力削られて、山頂のめっちゃ強風と道がなかった。本当にもう見た瞬間にこれ無理やなって思って、もう突風が吹いてきて、もう立ってられなくて、ちょっとこれ行ったら死ぬなって感じだったんではあ、疲れた。もう今日中に降りたかったんですけど、さすがに暗い中この尾根降りるのは危なすぎるなと思ったんで、もうテントがね張れる、もうこれちっちゃいんで、全然人一人寝れるくらいのスペースがあればテント張れちゃうんで、もう諦めてここでビバークしようと思って、ちょっとね登山道に穴開けちゃったんで、明日朝早く起きてブロックを戻して通常通りにしてから出発したいと思います。いただきます。おはようございます。今日は2日目の朝です。まさかここ宇津木岳で2日も泊まることになるとはっていう感じですね。今日は明るくなってからしか行動できないんで、朝5時に、今5時で今から用意して、このテントのね穴を埋めてから出発したいと思います。はい、ではこの秘密基地をね今から撤収していきます。階段か。めちゃめちゃいな。下りの何が怖いって、足場を確認するときに下を見ると崖の先が何もないのが見えるので、落ちたら終わりっていう恐怖感を感じやすいところです。
これはもう危険箇所はないんじゃない？緩やかな尾根下山じゃない？しんどかった。いやー、まさかの宇津木岳登って帰ってくるだけで2泊もするとは思わんかった。ちょっと厳冬期の厳しいはね、いろいろあるけど、その中の一つがやっぱ雪が溶けきってなくって、鎖場とかね、岩場が多い山はちょっと本当にただの壁みたいになっちゃうっていうね。あと風とか風速も変わりやすいし、あと1週間前の天気だとこんなに暖かくなかったしね、マイナス7度とか出てたのに、今マイナス2、3度予報でめっちゃ暖かくて風がめっちゃ強いっていう。疲れた。とりあえず下山しちゃおう。いや、天泊2泊で、いや山小屋に泊まりたかった。泊まれずや。夏リベンジやなこれは。動物のうんこ発見。これは小型の動物ですね。猫ぐらいの大きさの、猫と同じ大きさのうんこだから。イノシシか猿。でも猿の足跡全然見かけんけどね。イノシシは結構いそうですけど、足跡いっぱい見るんで。ここまで戻ってきた。ここからはね、本当にゆるゆるの道を歩いて帰るだけなんで。現在の時刻は10時29分、標高は1978メートルです。だそうです。うわー、綺麗。あっちの重曹やったらできんのかな。向こうから下からずっとあの尾根沿いで木曽釜の方まで抜けるみたいな。すごい綺麗そうじゃない？はい、林道終点。最初のね、おトイレ休憩した場所まで戻ってきました。雪もだいぶ溶けてますね。ちょっとあそこで休憩してから降りようかな。すごー。今回の登山はいろんな意味で大変でした。雪に埋まった鎖場を通ったり、雪の斜面を4時間かけてトラバースしたり、寝相悪いと崖の下に落ちるんじゃないかっていうくらいの細い尾根でテント張ったり、今までに体験したことのないくらいの強風に見舞われたりと、ものすごく濃ゆい冒険でした。当初の目的は達成できなかったけど、とても充実した経験になったのでよしとします。避難小屋に泊まる楽しみが今回なしになってしまったので、次は夏に来てもいいかなと思います。ありがとうございました。バスセンター着きました。